こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆逆です。武器とか防具をいろいろ作ってます。今回はワンピースに登場するゾロの刀、秋水を作ってみました。秋水は刃の3色の模様がとても特徴的な刀ですね。鞘にも独特の模様が入っております。それではみんなで、工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃を切り出します。型紙を使ってその形に切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずは刃を作ります。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒ですね。ニッパーで程よい長さに切ります。中には鉄の棒が入っていてとても丈夫です。この後曲げるので皮を剥いて曲げやすくしておきます。園芸用の棒は100均やホームセンターで買うことができます。型紙に沿うように曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げ終わりました。曲げた棒と刃をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具となっております。ホームセンターや100均で買うことができます。熱くなる道具ですので、やけどなどにはご注意ください。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。刃の峰にグルーガンを盛り付けて隙間を埋めていきます。端にパーツを1枚接着します。これにて刃の組み立てが完了。逆ヨガ。白ひげのなぎなたの動画もあるので、よかったら見てみてくださいね。つばの穴に刃の棒部分を通して接着します。柄を組み立てます。まずは3枚あるパーツを瞬間接着剤で接着します。角を斜めに切っておきます。グルーガンをたっぷりと盛り付けて刀本体へと接着します。蓋をするような感じでパーツを接着します。瞬間接着剤を多用しますが、すべて100均のを使ってます。柄の両端にパーツを1枚ずつ接着します。筋があるので、ハンダゴテの熱で彫っていきます。ハンダゴテはダイソーやホームセンターで売ってます。煙は吸わないようにしてください。これにて組み立て完了です。次は塗装に行くよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらラッカースプレーでベースカラーとして黒や灰色を塗っていきます。ラッカースプレーはホームセンターで買ってきました。刃を赤紫に塗ります。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。色を塗り分けるためにマスキングテープを加工します。まずカッターマットにマスキングテープをいくつか貼り付けて、型紙を使ってマーキングしていきます。
左右1枚ずつ必要ですので2枚マーキングします。それをカッターナイフで切り出します。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。剥がして刃に貼ります。紫色を塗っていきます。これもエアブラシを使ってますが、お好みの方法でどうぞ。マスキングテープを剥がします。この瞬間はとても気持ちがいいですよね。先ほどと同じような手順でマスキングテープを加工します。切り抜いて貼り付けます。今度は黒を塗っていきます。そしてまたペリペリっと剥がしていきます。柄は青に塗っておきます。つばや細かい部分を塗るためにマスキングします。マスキングがし終わったら金色で塗り上げていきます。筋を目立たせるために黒いマジックで塗ります。使っているのは至って普通のマジックです。柄糸を巻きます。柄に平たい紐を巻いていく作業となります。手芸店で3メートル買いました。ずれてこないように巻きながらところどころグルーガンで接着してます。柄糸の巻き方は過去に作った日本刀の動画で詳しく解説しますので、気になる方はそちらをご覧ください。というわけで完成でーす。逆ヨガサブチャンネルも見てね。全長は103センチ、重量は 120g となっております。集水は口には加えないですが、仮にやったとしても楽にできますね。中に鉄の棒が入ってますので丈夫です。こういう風に振っても OK です。鞘を組み立てます。パーツを接着します。この接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー、こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーというものですね。それらを使って接着します。このスプレーを使うと接着が非常に早くなり、こういった接着しがたい箇所も楽に接着できます。ホームセンターの接着剤売り場にあります。なお、ボンド G17 でも楽に接着できます。お好みの方法で接着してみてください。引き続き端と端を接着します。ここもアルテコスプレーを使います。こういった箇所の接着が本当に楽になるので、ぜひ皆さんも一度試してみてください。鞘の両端にパーツを1枚ずつ接着します。ハンダゴテを使って模様を彫ります。というわけで組み立て完了です。塗装に行っちゃうよー。基本的な流れは刀と同じです。造形ベースを塗って、ベースカラーを塗って、そして紫に塗り上げていきます。模様を再現するためにマスキングテープを加工します。カッターマットに貼り付けたマスキングテープをコンパスカッターで切り抜きます。100均やホームセンターで売っています。型紙を使って模様をマーキングしていきます。3本の線が伸びている模様となります。いらない部分を剥がしてしまいます。貼り付けの目安として鞘に型紙を貼ります。加工したマスキングテープを貼り付けます。一通り貼ったら型紙は邪魔なので剥がしてしまいます。線の部分をデザインナイフで切り抜きます。こういった細かい作業はデザインナイフの方が向いてます。ホームセンターで売ってます。切りすぎないように力加減を注意してください。一通り切り抜いたら紺色に塗り上げていきます。お楽しみのマスキング剥がしタイムです。綺麗に仕上がってるかドキドキの瞬間ですね。バッチリです。綺麗に仕上がったと思います。2時間かけてじっくりやった甲斐がありました。最後にマスキングして両端を黄色に塗ったら完成です。逆ヨガ Twitter もフォローしてね。鞘の全長は80センチ、重量は 60g となります。一通り作るのにかかった時間は15時間、材料費は1500円です。というわけで今回はゾロの秋水でしたが、いかがでしたでしょうか。僕はコスプレイヤーですが、動画の中であんまりコスプレらしいコスプレをしてないなと思って、今回はゾロの衣装を作ってやってみました。余談ですが、刀はまだ秋水しかないので、写真の残り2本の刀は日輪刀だったりします。サイトに型紙データやより詳しい作り方、制作時の注意点も載せてます。実際に作られる方はそちらもご覧ください。アドレスは動画の説明欄に記載しております。動画の内容に関して質問があればコメントでお気軽に書き込んでください。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。